皆さん、こんにちは。はい、また来ました。今日は見ているように、ほぼ日手帳を持ってきました。前回の動画で、2021年に使ってた、自分手帳デイズを中心にした話をしたんですけど、その予告通りに、今回は、その当時に一緒にご紹介してたほぼ日手帳シリーズから何冊かあったんですけど、それをどうやって使ってて、で、その時そう使ってたものは今はどうやって続けてるのかっていうところを紹介してみたいと思います。はい。で、ここに出ているのが、3種類、4冊なんですけど、3種類なんですけど、全部、文庫本サイズ、A6 サイズですね。オリジナルサイズのものです。こっちがオリジナルで、こっちが、英語版なんですね。で、そしてこっちがウィークリーの2冊なんですよ。で、多分中心になってるのがこれだったと思うんですけど、こちら、ちょっとこっちも穴パンしてるんですね。これは、でも、ちょっと言い訳をしようとすると、もともとこうやってバインディングしようとしてたわけじゃないんですよ。実は、その土地手帳っていうか、その製本になってる、そのまま使ってたんですけど、だんだん使ってるうちに、これ私、こういう風に使ってたんですけど、ここに全部、日めくりカレンダーをつけてたんですね。これは、自分のためのジャーナルっていうか、仕事じゃなく自分のための、記録だったんですけど、自信がなかったから、一応領域を分けて少しだけ書いてもいいように、チャレンジしてみたわけなんですよ。で、よく皆さんご存知のように、私あんまりそんなに綺麗に飾ったり貼ったりすることはできない人間なんで、日めくりカレンダーがあったから、あれ、つけただけでもすごくインパクトあるなと思ってて、よしと貼って、それってスタンプパンパンパンとしてって、3つの領域に分けて記録をしてたわけなんですね。で、それをやってるうちに、最初は気づかなかったんですよ。で、それがだんだん、ここだけ貼ってるじゃないですか。両方貼ってるから、だんだん膨らんできてて、これが、書きづらくなってしまってるんですね。でも結構長く使ってたんですよ、そのまま。で、だんだん書きづらくなってて、これはちょっとまずいなと思って、下につけてたんですよ。これも別の日めくりカレンダーなんですけど、あんまり使う道なかったんで、日付のところだけ取って、ちょっと下にも貼って、なるべく上下でバランスを取ってたということですね、厚さで。でしたら真ん中へこむんですが、下敷きでなんとかいけると思ってて、そうやって使い続けたんですよ。でもやっぱりちょっと限界が来てて、これちょっと無理だなと思って、もともとよく貼ったりする方々はもう分厚くなってても、なんかそのまま使うじゃないですか。私はちょっと無理でしたね。で、それで、もうしょうがないやと思って、これもバラしちゃったんですよ。で、バラして、それで穴開けて、つけようとしてたんですけど、もともと私、自分手帳の動画でも言ったように、こういうリング、3つずつになってる、そういうリング使うんじゃないですか。これ結構安定的にいいんですけど、これ入れようとしてたら、あまりにも厚すぎて、これでもう入りきらないんですよ。で、それで結局こういうもので6個入れて保管してるっていうことですね。もちろんこれ好きなわけじゃないんですけど、こういう形。でもしょうがないっていうことで、でもパンパンになってるのは意外といいなっていう感じです。あんまりこうなるのが私的にはないので。っていうことで、よく使いました。はい。で、前回の、自分手帳のところにも話したように、自分手帳の、8月あたりからは、ここにあった記録をそっちに移してるんですね。なんで、これも当然、8月からはないはずなんですけど、なぜか8月までここに重複して書いてるんですね。で、9月の9日あたりまでは記録されてます。で、こっちはちょっと空いてる状態。なんですが、でも、で、だから自分手帳の方に書かれてるっていうことなんですね。はい。ですけど結構、これでも、これぐらいずっと続けてるのがすごく、なんていうか、
よかったですね。達成感あって。そしてこういう記録をやってみるっていうことが初めてだったので、これはすごく私に、良い影響を与えました。はい。で、同じく良い影響を与えたのがこれなんですけど、はい。この2つのおかげで、今、日記を書いたり、毎日記録するのが身についてるっていう部分もあるんですね。で、これは、聖書を黙想する、そういうところに使ってたものです。で、なんですけど、黙想ノートっていうより、ちょっと写してるっていう感じですね。なぜならこれ英語だからです。はい。私がこれ英語を全部書いてたわけじゃなくて、黙想、だからバイブルの内容を書いている英語の本があって、それが毎日あるんですね。で、その部分を、ちゃんとハングルとしても黙想するんですけど、英語の部分を写して毎日書いてたわけなんです。で、それを1日1日からやってるんですけど、これ多分だから今年だけじゃなくて、その以前の年にもやってたし、これが3年目だったのかな ?2 年目か3年目のものなんですけど、からもう定着はしてます。で、ただ、ですね、何が重要だかというと、これを書くのを毎日夜12時、だから0時ですね。12時にしました。で、普通多分手帳タイムを持っている方々の中で朝早く起きてやってる方々いっぱいいらっしゃると思うんですね。ミラクルモーニングとか。あると思うんですけど、私結構夜型なんですよ。で、朝起きるのは、起きないといけないと思ったら起きるのは結構起きれるタイプなんですけど、夜に早く寝るのは結構難しい人なんですね。寝ようとしてあんまり寝れないっていう人なんで、だったらどうせ、みんな朝にやるのを私夜にしようっていう感じで、夜12時になると手帳を出し、手帳タイムを持ちました。で、それの最初スタートがこのノートだったんですよ。で、ちょっとクリエイティブな自分が何か考えて書いたりするのは、ちょっと負担があるかもしれないですね。考えたり、新しいものを書かないととか、そういうものは負担になる可能性もあるんですけど、ひたすら書くっていうのは書けばいいじゃないですか。はい。そのまま写して書けばいいんで、負担はないわけなんですよ。なので、習慣をつけることが結構やりやすい。だから12時になると、もうほぼ習慣になって機械的にこのノートを出して、それで今日の日付開いてひたすら書く。とにかく書くと、机の上に定着するようになるっていうことですね。で、その次にこれを書きます。っていうことです。なので、こっちもその時間に書いたんですけど、全部家に置いて、12時スタートして、これ書いて、これ書いて、これ書く。みたいな感じの流れでずっとやってったものなんですけど、で、そのおかげで、手帳タイムを定期的に持つことができるっていうこと。そして、1日の文をちゃんと記録を取っていって残すっていうことが身についたわけなんですね。なので、すごくありがたい手帳なんです。で、それでこれを1月1日からスタートして、多分空いてる部分もあると思うんですよ。こうやって意外と誠実にやってる気がするんですけど。はい。こうやって、はい。書いてるんですね。うん。わお。この11月あたりは結構私忙しかったんで、遊ぶのに忙しかったかもしれないんですけど、プラス、今職場移してるじゃないですか。この時期に結構面接とかいろいろあったわけなんですよ。はい。っていうことなんで、こうやって1年分、最後にまたあんまりないんですけど、を使いました。はい。っていうことで、これ、ただ写して書いてるのに、これ見たらすごく気持ちいいですね。これちゃんと誠実にやってったんだっていうのが改めて嬉しいです。はい。ということで、私英語版すごく好きなんですけど、この表紙黒くて統一されてる感じがすごくいいじゃないですか。からずっとこうやって使ってたんですけど、これ今年も続けたわけなんですよ、実は。なんですが、3月あたりまでやってったんですかね。多分2月か3月あたりまでやってやめたんです。続けたいんですが、以前の動画にも何回か説明したんですが、4月から環境変わって、別な職場で働きながら、とにかく授業の資料、講義の資料を全部作り直さないといけない部分とか、新しい環境の中で新しい仕事も増えてきて、この
書く時間が結構足りなくなってるんですよ。で、時間も足りないって言えば、心理的なものがもっと大きかったかもしれないんですね。忙しすぎるようになったんですが、これをちょっとなんか余裕持って書く、心理的な余裕がなかったっていう感じだったので、まずこれは3月あたりでやめましたっていうことですね。だから2022年のやつはもう、それで止まってるんですけど、それ以外に多分、ハングルでも目視はしてたから、それのノートがあるんですよ。これは今年の分なんですけど、これエディットの A6 のサイズなんですね。はい。で、これが実はあって、それで、最初は、こう、ボールペンで自分でちゃんと書いたんですね。はい。こうやって書いてたものを、続けたんですけど、これも2月あたりまでかな多分。うん。それで、私がこの地域に引っ越してきたのが3月頭なんで、2月 28?3 月1日いつ出発したっけ多分そのあたりなんです。で、それでこっちに来ても止まっていったのが、まあ、末になってまたやって、こっちから3月31日からプリントをしました。はい。これが手書きでやるのがちょっと負担になって、どうせ、まあ、手帳の内容もそうなんですけど、ノーションに書いてるんですよ。だから朝の手帳タイムとかやるときに、普段ノーション朝ばっから結構売ってるので、ノーション使うときにこういう内容もそこにまとめてるっていう感じなんですね。なので、もうデータはすでにこちらもあるわけなんですよ。で、それを、まあ、貼って、それで、まあ、こう、ポイントに、こう、タイトルになるところは、マイルドライナーですね。これ、グレー色の、マイルドライナーでポイントだけ入れて、まあ、たまにこう、線引いたりしながら、これをやってます。で、どうせ、モッソは、ほぼ毎日やってるから、まあ、やってない時もあるんですけど、やってるから、データはすでにあって、それをプリントして貼ってるだけなんですね。なんですけど、このノート結構好きなんですよ。はい。まあ、毎回、今回も繰り返しなんですけど、どうせノーションに全部あるっていうことなんですが、パソコンにあったり、iPad にあったり、デジタル的にこう保存されてるのは、そこピンポイントに行って私が開けてみないといけないんですけど、これは毎日の記録でちょっと探してみるっていうより、どういう内容あったっけっていうところから、いい文章に出会ったり、悟りを発見したりっていうことなんですね。なんで、こう、開ける行為。これが大事なんですよ。なんですけど、また私こういうコロンとなってる子あんまりないんで、これ結構触りたくなっちゃうんですね。なんでたまに開けるんですよ。まあ当然今今年使ってることなんで、当然横にはあるんで、いつも置いてあるんですけど、これが結構たまに開けた時に私が線引いたりしてたところが目にパッと入っていいですね、これが。なんで、まあ、ただ貼ってるだけなんですけど、好きなんですよ、このノートが。はい。まあ、現在、まあ、進行中なので、12月やってるっていうことですね。で、なんですが、まあ、だから、これ、もともと来年はもういいんじゃないって思ってたんですが、まあ、最初これ、こうやってやってたのが、後ろ続けられなくなって貼ってるっていうことだから、今年は。だからしょうがなくやってる、スタートしてるっていう感はあるから、まあ来年はいいかと思ってたんですけど、これ触ってるうちに来年もやりたいなっていう気になってます。はい。で、まだちょっと悩み中なんですけど、今はそういう途中なんですね。はい。なんで、まあノートは、この手帳とかは、買うのはもう後にしてても、とにかくデータは毎日こう、作成してるので、すでにあるから、もうちょっと悩んでから決めようかなと思っています。はい。とにかく木造系のノートは、まあ、こっちはもう、英語の方はもうやめて、今はこの一冊だけで言ってますっていうことですね。はい。そして最後のこっちなんですけど、ウィークリーなんですね。カズンサイズの場合には、こう、ウィークリーまで全部入ってるんですけど、オリジナルサイズはついてないので、こうやって、別売りしてます。はい。
っていうことで、多分ここ少しオリジナルサイズより少しちっちゃい形でカバーに一緒に入れるようになってるんですけど、これ、以前の動画、だから使い始めた時の動画にも紹介したように、これは SNS ログです。で、それで、こういう風にウィークリーに使ってたんですけど、例えば上の方には、私が今、この当時運用してるのが YouTube をやってて、ブログが2種類があったわけなんですよ。はい。っていうところの、ビュー、訪問者とか、そして、チャンネル登録してる人の数とかっていうのを書いてたり、で、この当時はちょっとブログとかのポスティングとか頑張ろうっていう感じだったので、何を載せてるのかっていうのも結構意識して書きました。はい。で、とにかく記録があったりすると、ちょっとなんかそのためでも結構やったり、ポスティングしたりするじゃないですか。で、そのために、その記録を取るためにやってたっていうことですね。私にとってはそんな収入がいっぱいある人間じゃないので、あんまり意味はないんですけど、でもちょっと書いてみようっていう感じで、色つけて書いてたっていうことです。まあ、こんな華やかな手帳私的にあんまりないので、これでいいかっていうことで、結構長く書いたんですよ。結構10月あたりまでは全部書きましたね。はい。っていう感じで、使ってたっていうことですね。で、これをやってるうちに、これがあまりにも、いいじゃんっていう感じになって、しかもちょっとちっちゃいし。で、なって、これもやってみようかと思って、4月始まりのものも買ったわけなんですよ。で、ここに何を書いたかとすると、こういうふうに、運動とか睡眠とか、今、フランクリン・プランナーの右側の上に書いている情報なんですけど、これをこの当時にはこうやって書きました。ということと、下の方には睡眠と、青くなっているのは睡眠時間と、そして、緑は運動ですね。はい。で、運動をどれぐらい、どの時間帯にやってたのかっていうところをつけるっていう感じですね。まあ、もう言ったらもう、だから、スピニングバイクをやってた時もあるし、まあ、走ったりもするし、まあ、縄跳びですね。とか、やったりしてた記録をちょっとやりました。ということですね。まあ、これも一目で見えていい感じだったので、結構書いてたんですけど、これも同じく10月あたりまで続けたっていうことでね。ちょうど同じ時期までやってたっていうことです。はい。で、これは今、フランクリン・プランナーでそのまま、記録をしている状況であって、こちらなんですけど、SNS ログの場合は止まってたわけなんですよ。で、皆さんもよくご存知のように、もう YouTube もほぼ止まってて、ブログも止まってたんですね。まあ、忙しいからそこを見てるところじゃなかったので、ほぼこの活動自体が止まってたので、これも書くところも結構あんまりないじゃないですか。だからもうすでに止まってたわけなんですよ。で、なんですが、こちらも最近復活しました。はい。どういう形で復活したかというと、こちらですね。はい。HB なんですよ。HB の中で、ラララですね。で、私、ラララも結構好きなんですね。だから、トラット・ブラウンのような、トラット・ブラウンよりは少し大きめなんですけど、でも同じ構造だし、同じ11ミリリングだし、ということで結構こちらも愛用してるんですけど、この中には一応、あれが入ってるんですよ。カズンサイズの、デイリーの方を今、業務ノートで使ってるから、それ以外のカズの場合は、マンスリーとウィークリー入ってるじゃないですか。で、マンスリーは使うとこないので、そのままなんですけど、ウィークリーの方ですが、ウィークリーの方、これですね。で、ウィークリーの方をもともとこうやって使ってたんですよ。だから、もうそのままのウィークリー。から書いてたりしてたんですけど、まあ空いてるところもいっぱいあるな。はい。で、こんなに使ってたんですね。で、この記録って結局、もう被るじゃないですか。フランクリン・プランナーのデイリーのところと被るから、これ続ける必要あるのって思って止めたんですよ、一旦。はい。止めて、だから、これは、だいたい、フランクリン・プランナーのポケットサイズを使ってた時期までがここなんですね。はい。で、それで、
コンパクトサイズ使い始めてからは、こっちをやめてるわけなんですよ。それで、まあ、続ける必要ないでしょう。これ以上って思って、そのまま置いてたんですけど、まあ、でも置いててもいいんですよ。まあ、どうせデイリーのために買って使ってる部分だから、こっちはそこまで必ず使わないと、活用しないとっていうことはなかったんですけど、それでちょっと考えてみてやったのがこれです。はい。これは、こっちを SNS ログに使おうとしてるんですけど、実際 SNS ログを書き始めたのは10月あたりからなんですよ。はい。こっちからこう上に使い始めました。前の、こっちの使い方と同じですね。はい。こっちの上の部分を左側に書いて、下の部分を右側に書いてるだけなんです。私同じ、こう、ほぼ日のウィークリーなんで構造同じなんですね。っていうことなんですけど、まあ、いちいちこれのどういうポスティングを載せたっていうのがめんどくさくなって、それで、もうこれも貼るかっていうことになって、それを、探して貼ろうとしてたら、意外とこういうのを発見したわけなんですね。ストーリーですよ。で、インスタグラムに、まあ、ブログとか結構止まってたんですけど、インスタグラムには結構、だから細かい私生活な部分、手帳とかノートとかそれ以外の細かい部分は結構ストーリーで載せてたんですね。ストーリーって1日か2日経ったらもうなくなるじゃないですか。だから負担も少なくてそこを載せてたんですけど、あれ保管されてるんですよ。なんで、そこをプリントして貼ったんですね。で、縦長だからどうせ。ウィークリーのところに合わせてプリントしたわけなんですよ。で、貼ったら結構いい感じになりましたっていうことですね。意外とストーリーにあげるっていうことは、その日のポイントになるイベントか、そうじゃなければその時期の瞬間的な感情が入ってるんですね。で、あれを貼ったらこれこそ日記じゃないっていう感じになったんです。だからすごくいい記録だなと思って貼り付けましたっていうことです。で、貼り付けて、だんだんこう10月になると、ここの記録も合わせて、まあ、ちゃんとした SNS ログになりましたっていうことです。はい。現在これずっと続けてます。で、たまには本当にこれちょっと今日何も載せてないなと思って、ここに貼りたいなと思ってストーリー上げたくなるっていう時もあるんですね。はい。っていう風にインスタグラムを通してこっちに記録を残してるっていうことです。だからこっちにやってた SNS ログがこういう形に進化しましたっていうことですね。なんでこれ現在進行中です。はい。こうやってやってるっていうことです。なので、このウィークリーもちゃんとこう活用する。道が見えたっていうことですね。発見できたっていうことです。ということで、SNS ログを使ってますっていうことです。で、こうやって、以前紹介してた、ほぼ日手帳シリーズのものを使ってますっていうことです。で、ここに加えてもう一つ、使ってた、2021年に使ってたものの中で、ハビットトラッカーがあるんですよ。で、ハビットトラッカー私はその当時、能率手帳に使いました。これですね。はい。小型版を、最初は、どこだ。トラベラーズノートのパスポートサイズに入れて使ってたものを、その後は、以前の動画にもちょっと一回紹介してたんですけど、ヘリティージのコーチマンですね。そこのバインダーに左側に差し込んで使ってたわけなんです。はい。で、それで、後ろ側には、本とか勉強の進み具合っていうことをチェックする用途で使ってたんですけど、これは後で発見した方法であって、元々の目的はハビットトラッカーのために使ってたっていうことなんですけど、それがこちらですね。はい。こうやって使うためにこれを購入してたわけなんですよ、その当時に。はい。で、こうやって、すごいですね。今見たら。もう、ちゃんと頑張ってたな。まあ、11月はなんかどういう記録を見ても空いてるんですよね。はい。なんですけど、こういう感じで、使ってました。はい。っていうことなんですけど、これを今はどうなってるのかっていうと、今の場合は、M5 にやってます。はい。
方なんですけど、ちょっと M5 も今現在結構使ってるところあるんで、活用してるものあるから、だし見たがってる方々結構いらっしゃるんですよ。なので M5 をまとめて一回ちょっと動画にしたいとは思うんですけど、現在このハビットトラッカーの部分っていうのをこっちにやってて、ここゴールドのところですね。はい。ゴールドのところのリピールを今使ってるんですね。はい。ここです。はい。こうやって使ってます。形式同じなんですけど、それ当然なのが、これバインデックスって書いてあって、能率手帳ゴールド版の M5 リピールだからなんですね。はい。ということで、ちっちゃくはなったんですけど、同じ形式で使ってます。はい。私の場合結構手帳の書き方もそうなんですけど、すべて領域を色で分けてやってるので、赤系は教会とか聖書関係、バイブル関係とかであって、個人的な部分は緑。そして、勉強とか仕事関係は青にやってるので、基本的にはそうやって分けてます。で、後で追加されてるのは黄色になってるんですけど、モーニングチャレンジ。だから朝早く起きてやってる、もの成功した日とか、下は、私、あんまりビタミンとかあんまりちゃんと食べないタイプなんで、はい。こういう、ものをちゃんとチェックしてるっていうことの黄色が増えましたっていうことですね。この時期はノースペンド。だから、お金使ってない日とか、書いてたんですね。ビタミンも加えられて8月からやってるんですけど、これ、ノースペンドデイはもう削除しました。はい。もう意味ないなと思って。自分的にそんな、お金使わない日が結構取りづらかったんですよ。はい。なんで意味ないなと思っても消しました。これ書いて効果あるにするためには、これを書いて自分が意識して何か変わっていかないといけないんですけど、あんま変わんなかったっていう。あんまり効果がなかったんで、もうこの項目は消しましたっていうことと、今年入ってもなんか結構、やってるんですけど、やっぱり、ちょっと9月は発掘とかもあったし、8月も韓国行ってきたりしてたんで、もうほぼやってないですね。この時期コロナもかかったりしてたので、もう思いっきり休んでた時期だったりもするんですけど、はい。それより深刻なのは、今年入って運動が全滅です。はい。あんまり運動してないですね。これはちょっとどうにかしないとっていうことなんですけど、はい。とにかくこうやって、今現在は M5 で記録してますっていうことですね。そして、プラス来年度の1月から、12月までの分も全部作っておきました。はい。っていうことですね。ということで、ハビットトラッカーはこうやって、こっちにつながって使ってますっていうことです。ということで、今日はある意味でメイン手帳じゃなく、いろいろ自分のための、そして生活的な記録をやってる、以前にほぼ日手帳シリーズでよく記録してたものを紹介してみました。現在も結局的にはここに書いてた内容はすべて今でも記録は取ってます。ただ、こっちも全部今は使ってない、つなげて使ってはないんですが、他のノート、例えばこういうノートとか、こういうノートとか、やっぱりまたフランクリンプランナーとかに続けて使ってるっていうことですね。はい。ということで、記録の仕方はなくならないっていうことです。はい。そういうふうに、今日はほぼ日手帳シリーズをどうやって使ってたのかっていうところを紹介してみました。はい。まだちょっと、載せないといけない動画とか、皆さんが撮ってほしいっていう動画とかもまだ残ってるので、それも続けて頑張って撮って載せたいなと思います。はい。で、今日の動画はここまでにしたいと思います。今日も長くなってしまったんですけど、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。